サワディーカー。タイ在住野菜ソムリエプロ健康料理研究家の青です。今回のサラディクッキングはレッドカレーをご紹介します。レッドカレー食べたことありますか？食べたことはあるけど、そういえばあんまり食べる機会はないという方が多いのではないでしょうか。タイ料理屋でカレーを食べようとすると、どうしてもグリーンカレーやマッサマンカレーを注文することが多くて、別に苦手でも何でもないけど、ついつい後回しというのか、わざわざレッドカレーを注文する人って少ないようです。辛いイメージもありますからね。でも実はそんなに辛くないんですよ。いや、辛いのもありますが、ペーストと作り方次第です。ペーストから手作りすると、その辛さの調節も自在。自分好みの味と辛さにすることができます。今回はこのペースト作りを紹介します。家で作らないから覚えなくていいって方いらっしゃるんじゃないでしょうか。でもどうやってできているかを知るのは大事です。一度は体験してほしいですし、そうでなくても何が使われてどうやって作られるのか、ぜひこの動画を通して見ていただけたらと思います。 Today's word ゲーンペ。レッドカレーをタイ語でこう言います。このタイ語には赤いという意味はありません。ゲーンはスープやカレーのような汁物全般を言います。ペは辛いという意味です。辛いのはもちろん唐辛子の辛さです。実は唐辛子はタイにとって新しい食材です。タイに限らず世界に唐辛子が広まったのはコロンブスの新大陸発見後になります。唐辛子は南米原産で約1万年前から栽培されていました。胡椒を探しにインドを目指して旅に出たコロンブスたちは、唐辛子を見つけてペッパーを見つけたと大喜びでした。そうしてヨーロッパからやがてアジアにも伝わり、タイ人は妙にハマったんでしょうね。それまで胡椒や長胡椒などで刺激のある食事をしてましたが、唐辛子が伝わってすっかりタイの食卓を席巻したのでした。私の推測ですが、最初は保存のできる乾燥唐辛子が伝わったのでしょうね。それまで胡椒などを使っていた減塩に乾燥唐辛子を使うことで、より辛い減塩になったので減ペになったのではないかと思います。その後に生の唐辛子を使ったグリーンカレーや、インドというかイギリスの影響を受けたイエローカレーなど、いろんな減が生まれたのではないでしょうか。本当に私の想像なので違ってたらごめんなさいです。でもこうしていろいろ想像するのも楽しいですよね。 Let's start cooking それではカレーペーストの作り方です。タイカレーを作るのに何が大変ってペースト作りなんですよね。市販のカレーペーストがあればあっという間にできるのは、日本のカレーでカレールーを使うのと同じです。カレールーを自分で作るとなると大変ですよね。タイカレーはクロックでひたすら潰さなきゃいけません。フードプロセッサーを使ってもいいんですが、同じ材料と分量なのになんか出来上がりが違うんです。口当たりというか風味というか、あと大変なのが材料を揃えることですね。他の料理に使うことがあるのかないのかわかんないようなハーブとスパイスなど細々とした材料を揃えるんです。頻繁に作るのであればいいんですが、試しに1回だけという場合は、いやもう2度はないかななんて思っちゃうかも。こういうのは性格にもよりますかね。ではその材料をご紹介します。だいたい4人分になります。乾燥唐辛子 15g、 塩 5g、 カー 15g、 レモングラス 20g、 昆布みかんの皮小さじ1/2、パクチーの根 3g、
粒胡椒10粒、エシャロット 30g、ニンニク 20g、コリアンダーシード 2g、クミンシード 1g、ナツメグあれば小さじ8分の1、ガッピ 10g。13の食材を用意することになります。実際に作るときはこうして皿に一つずつ材料を揃えることから始めましょう。揃いました。乾燥唐辛子は辛さ控えめの大きな種類と辛みの強い小さいのをお好みの量混ぜて、カットして種を取って水につけます。ハサミでカットすると簡単です。ガランガルやレモングラスは叩きやすいようにこの後みじん切りにしました。コブみかんは皮だけそぎ切りにします。エシャロット、ホームデンやニンニクも細かくしておくと後で楽です。スパイスはいって香りを出します。大きくて丸いのがコリアンダーシード、パクチーの種です。細長いのがクミンシード。香りが出るまで弱火でいって置いておきます。あとはひたすらクロックで潰していきます。唐辛子が跳ねて目に入ったり服につくと大変なので、新聞紙などでカバーしながら叩くといいでしょう。専用のカバーが市販されてもいますので、頻繁に使う方は購入するといいかもしれません。ここでどうせ全部潰すのだからまとめてどさっと入れてしまいたいところですが、やはり一つ二つを丁寧に潰してから次に移った方が急がば回れの法則のように結果的に早く滑らかになるような気がします。パワーがあればまとめちゃってもいいのかもしれませんけど、硬いのや大きいもの、潰しにくそうなものから潰していくと楽な気がします。レシピの順番がいいと思いますが、そんなに気にしなくても結果潰れればいいんですよね。スプーンを使ってかき混ぜながら潰すといいです。だいぶ滑らかになってきました。水分が多めのエシャロットは最後の方で入れます。潰すのは力を入れてガンガンするよりもトン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 リズミカルに叩くといいでしょう。サークと呼ばれるすりこぎの重さを利用するといいです。そろそろいい感じでしょうか。完成です。このまますぐに使わず保存する場合はフライパンで油となじませておくといいでしょう。塩分の具合にもよりますが、きちんと密閉すれば冷蔵庫で何ヶ月も保存可能とタイの方たちはおっしゃっております。私は試したことがありません。まあ早めに使うのがいいと思いますけどね。冷凍して日本に持ち帰ったという方もいました。いかがでしたでしょうか。この後レッドカレーを作りますが、長くなるのでまた次回。まずはカレーペーストをどう作るのか、どう作られているのかをお伝えしました。レッドカレーペーストはカレーの他にもいろんな料理に使われていますので、覚えておくといいと思います。次回はレッドカレーの作り方をお届けしますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。高評価ボタンもお忘れなくお願いします。それではこの辺でサワディーカー、コップンマーカー。